女をよこせばお前は返してやる。痛い目見たくないならさっさと消えろ。柄の悪い男たちが俺と同僚の女性を取り囲む。俺は彼女を守るように背中に回すが、それが気に入らなかったのか、男の一人が俺を殴ってきた。これは正当防衛だからな。はあ？男が間抜けな声を上げる。そして俺は目にも止まらぬ速さで目の前の男に掴みかかった。俺の名前は藤本達則。俺は体力も筋力もなく、体調を崩しやすい子供だった。色白で線が細いので、よく女の子と間違えられたが、気も弱かったので、違いますの一言すら言えない。そんな自分が嫌だったので、体を鍛えるためにスポーツを始めようと決意。いろいろなスポーツクラブに体験入部したけれど、体力がなさすぎる。そんな体力じゃスポーツ全般無理だね。こんなガリガリの体でスポーツなんかしたらすぐ怪我するぞ。スポーツクラブの先生たちからこんなことを言われる始末。しかし、ここで諦めたら俺は一生このままだ。そう思い、諦めず努力を続ける。まずは体力づくりから始めて、コツコツと体を鍛え始めた。努力を重ねた結果、体力も筋力もそこそこついて、線が細いと言われることはなくなる。それに病気もしなくなった。しばらく風邪もひいてないし、健康体そのものだ。背が小さいのと色が白いのは改善できなかったけれど、まあ、これは元々の体質ということで諦めている。そんな俺は、とある事情があり、大人になってからしばらくの間は就職せず過ごしていた。しかし、このままではいけないと思い、地元に戻り就職。地元は海苔の名産地なのだが、その海苔を加工して販売する会社に勤めている。こんな俺を拾ってくれた社長には感謝してもしたりない。職場の人たちも俺みたいな人間にとても優しく接してくれる。特に同僚の佐伯さんは何かと俺の面倒を見てくれる姉御肌の女性だ。同い年なのに佐伯さんは俺なんかと比べて随分しっかりしている。聞いたところによると、母親を幼い頃に亡くしてからずっと父親と二人暮らしをしているらしい。そういった家庭環境もあり、彼女はしっかり者に育ったみたいだ。藤本くん、今度の忘年会には出席する？もちろん。佐伯さん幹事なの？そうなのよ。先輩から押し付けられちゃってね。佐伯さんも俺も今年入社したばかりだが、彼女はこうして周りからいろいろな頼み事をされる。それだけ彼女が頼りがいのある人だということだろう。いい店見つけるから期待しててね。佐伯さんがニコリと笑う。とてもいい笑顔だったので、俺も思わずつられて笑ってしまった。そして忘年会当日。佐伯さんが見つけてくれたお店はとても雰囲気が良く、料理もお酒も全部美味しかった。普段は気難しい顔をしている我が部署の部長も上機嫌でニコニコだ。藤本くん、佐伯くんを送ってやりなさい。わかりました、部長。俺と佐伯さんは二次会には参加せず、そのまま帰宅することになった。そんないいのに。よくないよ。最近ここら辺って治安が悪いらしいよ。夜の女性の一人歩きは危なすぎる。俺が聞いた噂によると、最近この町で窃盗被害が相次いでいるらしい。また、中には女性が襲われたという被害報告もある。どれも同一犯の犯行だと言われているが、犯人は未だ捕まっていない。それまでは普通の平和な町だったので、住民たちは怯えて過ごしているらしい。もし佐伯さんが襲われたら、なんて考えただけでもゾッとした。じゃあお願いしようかしら。もちろん、何かあったら俺が守るからね。
頼もしいわ。佐伯さんが冗談めかした様子で言う。体を鍛えて線は細くなくなったけれど、背が小さいのと色白なのは幼い頃のままだ。背は佐伯さんと同じくらいしかない。そのため、佐伯さんは俺のことを頼りない弟分みたいな感じで扱ってくるのだ。せっかく体を鍛えたのになぁ、と少し残念な気持ちになりながらも、佐伯さんから弟分的な扱いを受けるのは嫌いじゃなかった。実際、俺は仕事ができる方ではないので、彼女に頼ることも多いのだ。仕事で褒められたことはあまりないけれど、掃除は得意なので、これはよく周りから褒められている。社内の掃除はこの藤本にお任せを。仕事も任せられるようになってほしいんだけどな。呆れた様子で上司からそう言われるのはもう慣れっこだ。しかし、いつまでも掃除が得意な新入社員の藤本でいるわけにはいかない。来年の目標は佐伯さんみたいに頼りがいのある人間になることなのだが、恥ずかしいので誰にも言っていない。佐伯さんを駅まで送りつつ雑談を交わす。もしよければ家まで送るよ。それはさすがに申し訳ないわ。それに藤本くんと一緒にいるところを父さんに見られたら、お前は誰だってあらぬ疑いをかけられちゃうわよ。佐伯さんのお父さん怖そうだな。わかった。じゃあ駅まで送るよ。無事に駅前までたどり着き、駅の中へ消えていく佐伯さんを見送った。この駅はかなり小さい無人駅で、周りに街灯は少なく静まり返っている。俺の家はこの駅とは逆方向なので、彼女を見送り、きびすを返そうとした。しかし、藤本くん、逃げて！え？突如、佐伯さんが慌てた様子で戻ってきたではないか。俺はとっさに彼女の腕を取り、言う通りに走って逃げる。何があったの？わかんない。駅に入ったら突然男たちに囲まれて。角を曲がると、突然暗闇の中から複数の男たちが現れた。誰だ？とっさに壁側に背中を向け、佐伯さんをかばうように彼女の前に立つ。俺たちを追いかけてきた男たちも合流し、総勢10名が俺たちを取り囲んだ。さーて、誰でしょうね。ニヤニヤと男たちは下品な笑みを浮かべる。かなりこわもての集団で、明らかに堅気ではないと分かった。何の用だ？お前に用はねえよ。そっちの女に用があるんだ。佐伯さんをちらりと振り返る。いつもの頼れる彼女ではなく、顔を真っ青にしてわずかに震えていた。知り合いじゃないみたいだな。彼女に何の用だ？はあ？お前に関係ねえだろ。イライラした様子で男たちの一人が近くにあったゴミ箱を蹴り上げる。ガシャーンと大きな音がしたが、ここは人気のない路地裏。音を聞きつけて助けに来てくれる人はいない。すると先頭に立っていたリーダー格らしき男が俺に向かってこう言ってきた。女をよこせばお前は返してやる。痛い目見たくないならさっさと消えろ。もしこの男の言う通り佐伯さんを渡したとしたら、彼女がひどい目に遭うのは明白だ。それが分かっていて渡すなんて絶対にできない。断る。彼女は渡さない。俺は佐伯さんを守るように背中に彼女を回した。それを見た男たちがゲラゲラと耳障りな笑い声を上げる。チビのくせに度胸は一人前だな。お前一人でどうにかなると思ってんのかよ。リーダー格の男もニヤニヤしながら俺に向かって口を開いた。最後のチャンスだ。女をよこせ。何度も言わせるな。断るって言ってんだ。
俺はリーダー格の男を睨みながら言い返す。すると、男が何の前触れもなく俺を殴ってきた。藤本くん！佐伯さんが悲痛な叫び声を上げる。しかし、俺はゆっくりと男に向き直り、これは正当防衛だからな。先に手を出したのはお前の方だ。はあ？男が間抜けな声を上げる。その瞬間、俺は目にも止まらぬ速さで男に飛びかかった。男が状況を理解して驚きの声を上げる前に地面に叩きつける。怒りで力加減がうまくいかなかったようで、そのまま男は昏倒してしまった。は？周りの男たちも何が起こっているのかわからないといった様子で間抜けに突っ立っている。その隙をついて俺は彼らに襲いかかった。なんだよ。暗闇の中、自分たちより小さな人影が目にも止まらぬ速さで動き、襲いかかってくる。ようやく状況を理解し始めた男たちは、恐怖に染まった叫び声を上げた。やべえ！抵抗する間も与えず、俺は10人全員をあっという間にボコボコにした。半分以上は昏倒していて、残りの男たちも痛みにうめき声を上げることしかできない。ふぅ。一息つき、佐伯さんを振り返る。大丈夫？大丈夫だけど。どういうこと？驚き混乱した様子の佐伯さん。俺は彼女の混乱を収めるために少しおどけた様子でこう言った。掃除は得意なのでお任せを。ふざけてないで、どういうことなのかしっかり説明しなさいと佐伯さんに怒られてしまったので、警察を待ちつつ彼女に全て明かすことにした。俺は少し前までフランス軍に所属していた。体を鍛えることに夢中になりすぎて、いつしか自分を変えることではなく強さを求めることが目標になってしまったのだ。強さを求めた俺は日本を飛び出しフランスへ渡り、外国人部隊に所属。配属された正体で最強の日本人と言われるほどまで成長した。軍隊はとても厳しく、体だけ鍛えて心は弱かった俺を大きく成長させてくれた。おかげで心も少しだけ強くなったと思う。そのまま外国人部隊にいてもよかったのだが、実家の両親が心配しすぎて、頼むから帰ってきてほしいというので、それに従い帰国。特に母親は心労で倒れる寸前だったと聞き、親不孝な自分を反省した。帰国後は普通の人間に戻るべく、遅まきながら就職活動を開始。そして今に至るというわけだ。俺からすべて事情を聞いた佐伯さんは、驚きに目を見開いている。引いた？引かないわよ。藤本くんがあんなに強い理由が分かって納得したわ。あなたって本当は頼れる男だったのね。今までごめんね。申し訳なさそうに言う佐伯さんに、俺は慌ててこう返した。俺が頼りないのは本当のことだし、これからも佐伯さんにはいろいろ迷惑かけると思うけど。いいのよ、気にしないで。私を守ってくれてありがとう、藤本くん。佐伯さんはいつもの頼りがいのある笑顔ではなく、柔らかで優しい笑みを浮かべた。その後、無事に男たちは警察に連れて行かれた。後から聞いた話なのだが、あいつらはここ最近街で起こっていた窃盗事件や女性への暴行の犯人だったらしい。その他にも余罪は多数あり、塀の向こうへ行くのは免れないだろう。彼らのせいで街の治安が悪くなっていたが、逮捕されたおかげで平和な日常が戻った。そして俺から全て事情を聞いた佐伯さんだが、
周りに吹聴するということはしなかった。言いふらしたら変な輩が寄ってきそうだしね。こういう気遣いもちゃんとできるんだな、と、俺はますます佐伯さんを尊敬した。周りには黙っててあげるから、軍隊にいた時の話を聞かせてよ。軍隊って普段は何してるの？ご飯は何食べるの？戦闘に参加したことってある？落ち着いて。ちゃんと話すから。どうやら佐伯さんは俺の経歴に引くどころか興味津々の様子だ。女性にこういう話をすると惹かれるのではと思っていたので、佐伯さんの反応は予想外すぎて驚いている。それになんだか最近、俺に対する佐伯さんの態度が変わってきている気がする。前までは頼りない弟分だったのに、事件後は俺のことを何かと頼ってくれるようになったのだ。だって、藤本くんって本当に頼りがいがあるし、今まであなたの魅力に気づけなかったなんて、私ってバカよね。なんか言った？いいえ、何も。なぜか少し佐伯さんの方が赤く染まっているのに気づいたが、本人が何でもないというので、突っ込まないでおく。なんだか彼女との関係性が変わりそうな予感がしつつ、今はこの平和を彼女と謳歌しようと思った。